日本が地方になるってどういうことじゃねえ。その前に少子高齢化の話をするわ。ああ、そうじゃ。少子高齢化は30年後どうなっておるんじゃ。少しは解消されておんのか。解消？とんでもないわよ。加速してるわ。加速してる？だって老人が増えるわけでもある前に。おめでたいわね。いい？あなたたちの無責任な年金制度は1950年には1人の老人を12人以上の現役世代が支えていたものが、1980年には 7.4 人、2018年には2人の現役世代で1人の老人を支えることになったのは分かってるわよね。ああ、そうじゃ。このまま少子化が進めば2050年には 1.4 人で1人の老人を支えなくちゃいけない。冗談じゃないわよ。なんで支えなくちゃいけないの？歯が痛くなるくらい甘すぎたあんたたちの見積もりはものの見事に外れるわ。じゃあどうなってるんじゃねえ。2040年の時点で現役世代1人に対し2人の老人を抱え込むことになったのよ。なんで？そりゃえらい負担じゃ。年金だけじゃないわ。多額の医療費、老朽化したインフラの保守、次々と現役を引退する原発の廃炉費用は1期で数百億円。そのくせ先の見えない不景気で現役世代は生活を維持するだけで精一杯。子供を作るどころか2035年には人口の約5割、半分よ。一生独身のままになるわ。なんじゃと？でもどうしてそんなに高齢化が進んだんじゃ。世界が今幕末のような状態って話したわよね。その後に訪れるのは明治維新。そこにヒントがあるわ。なんじゃねそれは。廃藩置県よ。廃藩置県？それまで厳格に守られていた藩の国境が一夜にしてなくなったの。人は自由に日本国内を行き来し、他の土地に住むことも許されるようになったわ。国内の人の流動化が始まったわけか。そうなると気概のある若者は立身出世して故郷に錦を飾ることを夢見て上京していくようになっていった。でも昭和に入ると郷土のためじゃなく自分たちの生活のために上京するのが当たり前になっていく。そうか。高齢化が加速した理由は日本を捨てて海外に若者が流出し、国内の若者自体が減ったということなのか。その通り。若者は負の遺産を抱え込むより身入りのいい職業を求めて海外の大都市に行ってしまう。まるで地方の超高齢化した過疎地のような状態が日本全体に広がるわ。結果残された老人たちは絶望し、2050年の自殺者は老人だけでも年間10万人を超えたわ。10万人？しかし信じられん。海外に働きに出るのは一部のグローバルエリートが頑張るだけじゃから、大半の若者は日本に残ると思っておったが。古いわね、顔が。頭じゃろ。そう、頭もね。いい？確かにこの時代は語学が堪能で有名大学を出たエリートが大手企業に就職して海外で働くというイメージでしょ。でもね、本来は低所得者こそが海外で働くもんなのよ。そうなの？日本でコンビニや飲食店で働く外国人はあなたが思っているグローバルエリートなんですか？いや、そうじゃないと思うけど。日本はこれまで海外で働かずとも国がそれなりに豊かだったから良かっただけ。でも海外で暮らすなんてハードル高いじゃろうに。それを解消するのが AI の存在よ。2018年にポケトークってガジェットが流行ったじゃない？あれがどんどん進化して日常会話もスラングでも違和感なく翻訳できるガジェットが安価で手に入るようになると、海外での暮らしもストレスがなくなっていくの。言語の壁だけじゃないだろうに。もちろんよ。2030年頃からテレワークが中小企業でも一般的になると若者は気づくの。だったら日本で働く意味はないって。海外に移住してインターネットを通じて仕事をすればいいって。そういうノマドワーカーが大量に日本で生まれるようになるの。そんなバカなことが許されるのか。あら、アマゾンジャパン問題が2009年にもあったじゃない。なんじゃそれ。東京国税局がアマゾンジャパンに対して法人税を払ってないと指摘すると、アマゾンは本社のある米国で法人税を支払っているから払う必要ないと突っぱねたって問題。バーチャル上に存在するビジネスは一体どこに法人税を払うべきなのか、あなたたちがしっかり詰めないまま放置するからダメなのよ。なんてことじゃ。個人がグローバル企業になっていくのか。人間ほどどんな環境にも適応できる大型哺乳類はいないわ。それは人類の生存戦略なんだから。しかし日本だって可能性はあるだろう。残念ながら日本はその可能性を自ら潰していたの。例えば自動運転の開発。日本の道交法や AI に対する無理解が邪魔して一般道を走れず、 AI にとって最も大事なデータの収集がなかなか進まず、結局アメリカや中国に大きく差をつけられてしまったわ。国家の仕組みもそうだわ。バルト三国の中のエストニアは
行政サービスの 99% をオンラインで完結し、 GDP2% 分の行政コストを削減するのに2010年代には成功しているの。一方日本の税収は2018年度で約60兆円、公務員の人件費は全部合わせて約30兆円。しかし公務員を削減したら大量の無職を生み出すことになるじゃないかね。だったらその浮いたお金を使って優秀な公務員たちに新しい産業を起こすよう投資すればいいことじゃない。毎年30兆円もあんのよ。いや、有能な若者たちがいくらイノベーションを起こそうと思っても、法律や既得権益という負の遺産が邪魔をする。挙句の果てに老人たちを支えるなんて言われたら、呆れて国外に逃げ出すのは当然の流れでしょ。これってまるで商店街の若手が新しいことを始めようとすると、長老たちが横槍を入れてダメにするのと同じよね。日本が地方になるというのはそういう意味もあるのか。でもね、ここからが大事なの。2040年、実は世界大戦が起きるわ。日本も巻き込まれるのかね。もちろんよ。